皆様こんにちは、セリナです。今回は本日4月28日発売 NARS ライトリフレクティングプリズマティックパウダーをご紹介していきます。プレストパウダーといったらこちらの NARS のライトリフレクティングセッティングパウダーというくらい人気の高いアイテムですが、今年もこちらのパウダーに限定色が発売されたということで、発売前からかなり話題になっていましたよね。昨年の限定色はかなり人気で即完売してしまいましたが、私が購入した店舗でお伺いしたところ、今年は昨年よりも在庫をかなり多めにしているとのことだったのと、昨年もオンラインはすぐに完売してしまいましたが、店舗ではまだ在庫があるというところも多かったので、お探しの方はぜひお近くの店舗にもお問い合わせしてみてください。こちらの動画では今年の限定色を通常のライトリフレクティングセッティングパウダーと比較して、仕上がりや崩れ方、お直しに使った時にどんな感じになるのかを見た後、昨年の限定色との比較もしておりますので、気になっている方に少しでも参考になれば嬉しいです。こちらのチャンネルでは他にも新作のコスメを中心にご紹介しておりますので、気になった方はぜひチャンネル登録して動画もチェックしていただけたら嬉しいです。それでは早速始めていきます。今回ご紹介していくのはこちら NARS ライトリフレクティングプリズマティックパウダー。光を反射して見せる肌へ。カルト的人気を誇るコンプレクションアイテムライトリフレクティングセッティングパウダーより、光を反射して肌の印象をアップさせるライトリフレクティングプリズマティックパウダーが数量限定で登場。マーブル模様のパウダーには肌本来の色を引き立て、より明るく美しく見せるカラーコレクティングパウダーを配合。エフォートレスに絶妙な色補正効果をもたらします。また、ライトリフレクティングセッティングパウダー一番の強みである NARS 独自のフォトクロミックテクノロジーを生かし、肌トーンのバランスを補正し均一に整えながら、太陽や光やカメラのフラッシュで起こりやすい白浮きを防ぎます。それではまず通常のライトリフレクティングセッティングパウダーと今回の限定色を比較してみたいと思います。手元で見た感じ、カラーやツヤの出方はあまり違いを感じませんでしたが、限定色の方がほんの少しだけさらりとしている質感に感じたので、実際に顔の上にのせてどんな感じの違いがあるのか比較してみたいと思います。まずはこちら側に通常のライトリフレクティングセッティングパウダーを塗っていきます。こちらのフェイスパウダーはこんな感じで、かなり軽くて粉感を感じさせないような自然な仕上がりですよね。若干ファンデーションのツヤ感は抑えられますが、マットになってしまうということもなく、とても使いやすいです。はい、まずこちら側半分に通常のライトリフレクティングセッティングパウダーを塗ってみました。パウダーを塗っていない方と比較すると、ファンデーションの油分によるツヤは抑えられた感じはしますが、粉っぽくなってしまうということもなく、かなり自然ですよね。手元で見るとパウダーがツヤっぽく反射していましたが、顔にのせてみるとパールやラメは目立たないタイプです。では反対側に今回の数量限定色を塗っていきます。今回の限定色は実物の方がよりしっかりとイエローのカラーが効いている感じがしたので、自然な肌色補正効果も期待できそうですよね。こんな感じで通常のライトリフレクティングセッティングパウダーよりもツヤが残る感じがします。はい、こちら側に今回の限定色を塗ってみました。手元で見た時はそこまで差は感じませんでしたが、顔にのせてみると結構違いが出ていて、今回の限定色の方がツヤがしっかりと出ているのがわかると思います。そして特にこの辺りがわかりやすいと思いますが、まさにこの見た目通りのピンクとイエローのふんわりとした感じの光を感じて、肌全体を柔らかいふわっとした印象に見せてくれています。今回の限定色かなり綺麗だと思います。近くで見てもこんな感じで、今回の限定色は肌全体がつるんとした仕上がりなのに対して、
通常タイプは素肌に近いような自然な仕上がりなので、よりツヤ感をしっかり出したいという方や、イエローとピンクのカラー補正効果で肌をふんわりと見せたいという方にとてもおすすめです。そして肌表面を触った感じはどちらも同じくらいサラサラとしているので、限定色にカラー補正効果を感じられるからといって重たくなってしまったり粉っぽくなってしまうという感じではなかったです。ライトリフレクティングセッティングパウダーの質感をそのままに、この綺麗なツヤ感とカラー補正効果が乗っているのはとてもすごいなと思いました。はい、外の自然光で撮影しています。こちら側が通常のライトリフレクティングセッティングパウダー、反対側が今回の限定色です。自然光で見ても限定色のツヤ感がすごくわかりやすいかなと思います。そしてカラー補正効果があるからか、限定色を塗っている方が肌のトーンが自然に明るく見えている感じがします。本当に今回の限定色すごく綺麗だと思います。それでは今回の限定色の崩れにくさとお直しに使った時にどんな感じになるのかも見ていきたいので、マスクをしたまま30分ほど運動をして汗をかいた後にどんな感じになるのか見ていきたいと思います。はい、あれから約30分ほどマスクをしたまま軽い運動をしてうっすらと汗をかいている状態です。崩れについてどんな感じなのか見ていきます。マスクの中の肌はこんな感じで、通常のライトリフレクティングセッティングパウダーは汗をかいた後も肌表面をサラサラに保ってくれるタイプですが、今回の限定色も通常と同じ質感で肌表面をサラサラに保ってくれていました。ライトリフレクティングセッティングパウダーと同じ使い心地のところも安心ですよね。では軽くティッシュオフをして限定色をお直しに使ってみたいと思います。汗をかいた後もツヤは綺麗に保ってくれていますが、お直しで使うとこんな感じでつるんとしたツヤが復活してくれます。やはり通常タイプと同様粉質が軽いので、お直しで使っても全然汚くなることなく使いやすいです。はい、両方ともお直ししてみました。今回の限定色はお直しで使うとつるんとしたツヤが復活してくれるので、お直しの時にツヤ感もプラスしたいという方は限定色がとても使いやすいと思います。続いてこちら側に今回の限定色を塗ってある状態なので、反対側に昨年の限定色を塗って比較していきたいと思います。比較してみるとこんな感じで、昨年の限定色はブルー、イエロー、ピンクのカラー、今年の限定色はピンク、イエロー、ホワイトのカラーになっているので、全然見た目の印象が違いますよね。昨年の限定色はこんな感じで、ブルーが入っている分透明感がアップするようなカラーでした。こちらも通常のライトリフレクティングセッティングパウダーよりはツヤ感を感じましたが、やはり今年の限定の方がさらにしっかりとツヤが出るような感じがします。はい、こちら側に今年の限定色、反対側に昨年の限定色を塗って比較してみました。どちらも手元で見た時はカラーの違いを感じませんでしたが、今年の限定色はやはりイエローやピンクのカラーで肌をふわっと柔らかく見せてくれているのに対して、昨年の限定色はブルーによる透明感がしっかりと出ていると思います。そしてツヤ感もこんな感じで、昨年の限定色も通常のライトリフレクティングセッティングパウダーよりはツヤを感じますが、この2つを比較してみると今年の限定の方がより全体的につるんとしたツヤが出ているように感じます。どちらもとても自然ですが、昨年の限定色との違いも楽しめますね。はい、外の自然光で撮影しています。自然光で見ると昨年の限定色も R 感やツヤ感が分かりやすいですが、昨年の限定色はブルーに光る感じなのに対して今年の限定色はピンクイエローの柔らかい光を感じます。はい、ではこんな感じで4月28日発売NARS のライトリフレクティングセッティングパウダーの限定色をご紹介していきました。昨
昨年の限定色もかなり話題で人気なアイテムでしたが、今年の限定色はさらにツヤ感も加わってふんわりと柔らかい肌に見せてくれるところがとても綺麗だなと思いました。通常のライトリフレクティングセッティングパウダーをお使いの方にはもちろん、昨年の限定色をお使いの方にもまた違ったイメージが楽しめるんじゃないかなと思います。今回の限定色は昨年よりもかなり乳化数を多めにしているとのことでしたので、気になった方はぜひお早めにチェックしてみてください。メイクについてのご質問やこんな動画が見たいなどございましたら、お気軽にコメントやチャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは最後までありがとうございました。